こんにちは、すみれです。今日は私の最近の購入品、頼んだのは結構前なんですけど、コロナとかでねなかなか届かなかったりとか、私も受け取りがなかなかできなかったりで紹介がね今になったんですが、ちょっと4箱分あるので何を頼んだかこれから皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。で、購入した商品でやるメイクとか、あとは一個一個のレビューは他の動画で上げていきますので、チャンネル登録まだの方通知ボタンをオンにして登録をしてみてください。早速ねパッドマックグラスから開けようかなと思うんですけど、パッドはね全然買ってなくて2つあります。これを頼みました。ラックスクワットのものですね。このタイプの色味です。このねゴールドとピンクのこのデュオクロム具合っていうのかな。私ね最初迷ったの、これ買う時にちょっと地味かなと思ったりもしたんだけど、もちろんこれはねもう待ちきれずちょっとね試したりしたんですけど、特別シェードがすごい好きなんで、これはね買ってよかったかなって思いました。もうね紹介するからあんま使っちゃいけないと思って1回ぐらいしかこれでメイクしてないんですけど、紹介したんでこれからねレビュー動画とかいろいろメイクもね出していこうかなって思います。これをねまず1つ買ったでしょ。で次、このグロスのトリオを買いました。色味がねみんな結構ナチュラルな感じで綺麗かなと思って買ったんですよね。いやこれねパッドマックグラスのこのキラキラのね、これ本当開けたくないですよね、可愛くてね。でもこれね1回開けるとこのねこれがね飛び散って大変なんですよ。飾る分だったらいいんだけどね。こんな感じでちょっと開けます。プラスチックのねこの支えるものが入ってました。そうすると、ね、中で動かないからね賢いですね。頭がいい。色味みんないい感じじゃないですか。結構私がみんな好きな感じなんで、ちょっとこれつけてみようか。特にねリップライナーとか引かないでそのままつけていこうと思うので、ちょっとご了承ください。最初はねこの色味、これすごい綺麗、似たような色をちょっと持ってるんだけど、これなんて色味だろう。ペイルファイヤーネクターって言った色ですね。ちょっとこれをねつけてみようかなって思います。手の甲につけるとこんな感じなんですけど、綺麗。すごく塗り心地がいいです。滑らかだし、これはとってもナチュラルな感じで、でも輝きもあって綺麗だと思います。よかった。これはちょっと次いきますね。結構ねもうちょっとねこのピンクっぽいようなヌードピンクみたいな感じかな。ミルキーピンクっていうのかな。デアトゥーベアといったものになります。さっきのところの隣に塗るとこういった色味になります。じゃあ塗ってみますね。こんな感じです。これもねナチュラルな感じで好きかも。今のところ2本とも好きです。なんかグロスとかのセットってあんま好きじゃない色が混じってたりとかするからね。だけど結構好きだったらお得なので、最後の色を試したいと思います。これがね結構濃いめで、濃いめ結構似合わなかったりするんだけどとりあえずちょっと横にねこれをつけるとこのぐらいの色味になります。じゃあちょっとこれも塗っていきましょうね。こんな感じです。ちょっと今ねアイシャドウの色味がね色物結構ついてるから浮いちゃうかもしれないんですけど、結構ね目元をナチュラルにすればこういったのものいけるかなって思います。動画だったらねこのぐらいでもいいかもしれないけど、ナチュラルメイクの時は目元はもうちょっと落として、でこの色をつけるかなって思いますね。色味としてはこれも使えそうなので、3本ともね結構みんなそれぞれ良さそうな印象がありました。でこれがねグロスのやつね。アイシャドウはこれねまたちゃんと1本動画作りますね。じゃあ次ナタシャ行こうか。パッケージはねちゃんといい感じでこうねしっかりと包装してくれてるので、これ公式サイトから買ってるんですけど安全にね届きました。早速ねちょっと開けていこうと思うんですが、こちらのマジックプライマーを買いました。前ファンデーションをねナターシャの購入したのを見せたと思うんですけど、やっぱりねプライマーもセットで使った方が良さが出る気もしたんですよね。だけど結構高かったから迷ったんだけど、でも基本的にこういったプライマーとかって結構持つから、せっかくファンデーション使うんだったらちょっとセットでね使ってみようと思ってこれを買ってみたんです。でこれがねケースになっていて、ちょっとパールっぽいような見え方をしてくれるんですね。でこれがねすごくねこのシルキーの滑らかな感じなんだけど、タチャとかのプライマーとか、あとはディオールのバックステージのプライマーとか、私それぞれすごい好きで買ったりしたんですけど、その感じと似てるんだけど何が違うかっていうと、その後のねペタペタ感
ディオールのバックステージのプライマーとか、あとはタチャとかってその後ペタペタ感ってそんなしなくて、本当にこう滑らかな感じなんだけど、これはね結構ペタペタ感があるんですね。だから上に塗るファンデーションがすごくピタッと密着すると思うので、化粧持ちは良くなるんじゃないかなって思いました。やっとねこれ揃ったからこのナターシャでねメイクをしたいと思うんですけど、なのでこれがプライマーね。そしてこちらリップペンシルを買いました。色味どうかなあ、見て、すごいね可愛い。両端がキラキラの感じになってるね。私基本的にリップライナーって MAC とか使うことが多かったんだけど、この綺麗さ久々に感動です。両方あるのかな。ここは特に余ったりはしないのね。削るタイプだよね。あ、色味結構良さそうですよ。これで見る色と塗ってみる色の方がちょっと濃く感じるんですよね。私ねこれで見る色味ぐらいが良かったんだけどでもまあちょっと濃いめもねなかったんで、こんな感じでちょっと使ってみようかなと思います。そして次こちらです。もうねこれはね2種類ね展開してるんだけど、最初にね買ったのがこっちね。これ今セールで半額でやってて、今もギリギリ売ってるかも完売しちゃったかわかんないんですけど、これが本当に良くて大至急ねもう1色の方がもうなくなる前に買わなきゃと思って買ったのがこれなんですね。ケースはね同じピンクの感じで、中身がね黄色いやつが入ってるんですよ。黄色とか使わないかなと思ったんだけど、結構ねレビュー見てると良さそうなので開けますね。どうですか。最初に買った方がもうちょっとこの白っぽいようなハイライト、色味的にね。でこっちの方がベージュ系かなっていった印象があります。このね黄色が楽しみでね、ちょっとこれもしね売り切れてなかったらレビューを開けていこうかなって思ってます。あ、これはね嬉しい。そして次、たらーん、ブラシを買いました。この前ナターシャ・デノーナのブロンズパレットとかタンパレットとかねレビュー出したりもしたんだけど、ナターシャのねやっぱりこのデモンストレーションとか見るとそのブラシでやってるその仕上がりじゃないですか。で自分のでも全然綺麗なんだけど、ちょっと気になるなと思って今回はねチークブラシを買ってみました。でこういった感じになってます。17番ですね。少しコシがありながらも優しい感じの肌当たりですね。で幅もねそんなに太すぎないっていうのかな。だからちょうどチークの部分を狙えるような形でいいんじゃないかなって思うので、これ使うの楽しみです。次はこちらのブラシ。これはねアイシャドウブラシの9番になりますね。もうナターシャのね新しいパレットが出るにしろ毎回ナターシャ自分のブラシでやるじゃないですか。気になるでしょだからさすがにねちょっとこれ購入したんだけど、もう一個ね買いたいのもあったんだけどそれ完売だったので、とりあえず買えたものがこの9番のタイプのブラシになります。シグマとかのブレンディングブラシもねこのタイプすごい似てるのがあったりして、あとマックとかもあると思うんだけど、結構オーソドックスな形になると思うんだけど、コシがあるかなって思います。私は最近ずっと白鳳のを使ってるんだけど、それよりももうちょっとここがね平たくなってる感じで、こっちがねワイドな感じになってるようなものですね。これね使うのもちょっと楽しみにしています。よかったらまた皆さんに共有しますね。この辺のブラシはメイクする時に、実際にナターシャのメイクする時にこれもね一緒に使うかなって思います。でナターシャから買った最後の商品がこちら、口紅を買いました。前回ね買ったやつがすっごく塗り心地よくて、あれはいいなと思って、でもちょっと色味がグレーだったかどうかなって感じもしたんで、もう一回買おうと思ったんだけど、すごいいいなと思った色が売り切れだったんですよこの色欲しいと思った色が売り切れで、でもなんか1個買いたいしどうしようかなって、でも自分の色が好きな色がないしね迷ったんだけど、これ色味が11の NB っていうやつでナターシャの色味なんですね。でこれなんでナターシャって名前があるかっていうと、ナターシャ・ディノーナがそれを使う時にこの色味が彼女のね色味らしくて知りたいなと思って肌の色違うから合わないのは分かるんだけど、ちょっとね興味本位で買ってみました。ちょっとこうしっかり重さもあって太めな感じなんですが、綺麗なベージュかなって感じがします。全体がこのぐらいの入ってるんですけど、容量がね ND ってナターシャ・ディノーナって刻印があります。でこれをねちょっと塗ってみると、でも綺麗かもしれない。塗ってみますか。さっきのリップペンシルも一緒に使ってみようかな。リップペンシルからいきます。いいかも。色がないからね、端っこのとことか。良かったかも。
このリップライナークリーミーでいい感じですよ。よかったよかった。じゃあ早速ナターシャのこれを塗ってみようと思うんですけど、口紅の色って合わないとね悲惨ですからね。ほんとちょっと塗るよ。顔色悪い私はこれはね、せめてブラウン系とかのグロスを重ねるかもしれないんですけど、色味はねこんな感じ。ボクサムのグロスでちょっと上からかぶせますね。ダメだ、顔色が悪い。次セフォラいきますか。セフォラ最初に買ったのがこちら、シャーロット・ティルベリーのセッティングミストになるんですけど、エアーブラシのセッティングスプレーになります。でね、本当にこういったものにつけてこのスプレーをしても全然落ちないというレビューをね結構見てたので、すごくねボトルも可愛いし匂いもねいい感じですね。ちょっとこれとあとはアーバンディケンのこのオールナイタースプレーっていうのかな、このミニタイプそれぞれ買いました。で私このタイプのこれ黒じゃない、この前がね白っぽいやつだったんだけど、もう5、6年前なんだけど、それがすっごい好きで、新しいのももう2つぐらい在庫を取ってあったのがあったんですね。だけど私実家から出ていて、もうずっとそのまま使ってないまま新しい新品の箱のまま置いてあって、ある時に実家からね荷物を送った時にそれが入っていて、さすがに5年ぐらい入ってるから、いくらね箱を開けてなく新品の状態だとしてもちょっとやめようと思って、だけど最近マスクとかする生活がもう長いじゃないですか。メイクつくから、せっかく届いたからちょっと中身開けて久々にちょっと1回だけもう早めに顔洗えばいいやと思って、ちょっとメイクしてる上からこうつけたんですね。そしたらもう相変わらずの感じですごい仕上がりが好きだったんですよ。やっぱりいいわと思って、その後にちょっと外出する用事があってマスクをつけて行ったんだけど、メイクが一切つかなかったので、そうだよねと思って、セッティングスプレー今買わなきゃと思って、もうそれはねやっぱり5年ぐらい経ってたんで、新たにしかも新しくねもう結構前から変わってるので、これを試そうと思ってこれ買ったんですね。ちょっと前置きが長くなったんだけど、これがねもうねこの2つちょっと試したんだけど、この匂いがねあんま良くなくて、こんな匂いだっけなと思ってね、ちょっとこれはあんま良くなかった匂いが。だけどこのスプレーした感じのこの持ち方とかはこれすごく好きなので、ちょっとねこれはこのまま続けて使っていこうかなって思います。そして次、こちらディオールのバックステージのフェイス&ボディプライマーですね。これはねサンプルで私使ってて、本当にこの滑らかな感じが良くて、フルサイズのね購入に至ったんですけど、で結構サンプル使い終わってそのフルサイズを買うことってあんまないので、今回はサンプル使ってみて本当良かったと思って、ちょっと今回フルサイズをね買ってみました。こうするとねこのファンデーションがまたすごい人気じゃない？だから多分いつか買ってるんじゃないかなと思うんですけど、今買いたい気持ちを抑えてとりあえずプライマーだけにしました。ね、これが001番のユニバーサルのものですね。こういったチューブ状になっているタイプで、出したい分だけ出てくれるようなイメージなんだけど、こういった感じね。何がいいかってとっても滑らかなんですよ。滑らかなちょっとシルクタッチの伸びもいいし、香りもディオール、もう本当にこの上品なねエレガントな香りがするタイプのもので、肌に塗ってる最中からこう気持ちがいいんですよね。それですごく気に入ってフルサイズを購入しました。でこの上から触っても全然ベタベタな感じもしないし、これだったら別にプライマーだけでもある意味過ごせるかなっていう感じの仕上がりになります。これがねプライマーでしょ。そしてまたプライマーつながりなんだけど、ずっとね他社のシルクキャンバス固形タイプを持っていてとっても好きだったんだけど、リキッドタイプはねほんと人気があるし、ずっと試したいと思ってたんですね。ついにディオールの感じとこれの感じ似てるかなと思ったんだけど買ってみました。ミニサイズだからすごくねちっちゃいんだけど、でこれをねまたちょっと乗せてみると、これもね本当にこっちの方がもっとシルキーかな。でもほとんど同じ感じだから、ディオールのバックステージのこのプライマー好きな人はきっとね他社のこの感覚もすごく塗り心地とかも似てるので、ほんと似てます。こっちの方が若干シルキーかな、いやでも同じかなみたいな感じなので、この2つはすごく似てることが分かりました。大体想像通りだったんですけど、ちょっとねこの感じでいろいろと使っていきたいと思います。あとはねランコムのマスカラのミニサイズですね。ラッシュリフティングボリューマライズマスカラのタイプになります。こういったミニサイズのマスカラでね試すのが好きだったりするんで、こういった感じね。で開けるとこういった毛先なのね。
私結構ね、リアルな毛が好きなんですけど、このシリコンっぽいのは全然使わないんだけど、ちょっと楽しみかな。今ね、ちょっとつけまつげをしているので、ちょっとこの上からはね、つける予定はないんですけど、またちょっとこれよかったら皆さんにインスタとかでもお知らせしますね。で、あとね、すごかったの。今回、プロモーションコードみたいなやつを入れると、だいたいサンプルがもらえたりとかあるんですけど、今回ね、この髪の毛のヘアキットの、トライアルサイズの、ちょっとした詰め合わせみたいなものがあったから、それもらえるんだ、ラッキーと思ってもらったんですよ。すごいの。こんなに入ってきたすごくない？これねびっくりなんですけど、これサンプルって書いてるんですよ。サンプルサイズでもさ、私がこの20ドルぐらい出して買ったこのタチャとかよりも断然でかいみたいな。いかにこういうのが高いのかってわかると思うんだけど、で、何が入ってたかっていうと、こういったトリートメントですね。マルチタスクリペアトリートメントとか、これがアミカのやつかなとか、あとは、リビングプルーフ。これも結構髪の毛のメーカーで有名かなと思うんだけど、ナリッシュメントスタイリングクリーム。スタイリングクリームとかね。結構ね、いろいろ入ってるんですよね。これ、シュウ上村が入ってるよ。シュウ上村のアートオブヘア。オーバーナイトセラムってあるので、これつけて寝るタイプのものだと思います。こういったものとか、こんな入っちゃっていいのこんなもらっちゃっていいのかなみたいなね。超嬉しい。で、これはね、スクラブってあって、スクラブって買おうと思ったんだけど、これね、使い方見てみると、濡れた髪にね、使ってこのデトックスみたいな感じで、この地肌のマッサージにこれを使うらしいです。なんかすごいこんないろいろなお宝セットが入ってきたんだけど、ほんと他にもね、ちょっといろんな、ケラスターゼも入ってるよ。8アワーマジックナイトセラムとか、こういうのもいろいろ入ったりするんで、ちょっとこの辺はいろいろと使ってみようかなって思います。こういったね、たまにお得な時があったりするので、だいたいセフォラとかね、買い物カバンにも入れといて、いいタイミングの時にポチってするんですけど、今回はね、結構大正解だったかなって思います。あとはね、毎回サンプルもらえるんだけど、ゲランのメイクアップベースのこういったゴールドのね、タイプのものなんですけど、これが1回分入ってるので、ちょっとこのツヤ系になるのかわかんないんだけど、ゲランって確かそれなりに値段しますよね。なんかさ、この感じよかったら好きになったら買っちゃいそうで怖いゴールド好きだからね、これでしかもこういい感じのグローとか出ちゃったら大変なんですけど、ちょっとね、こういうのはサンプルでいろいろ試しながらいろいろね、いこうかなって思ってます。あとこれは香水かな、ちょっといろんな香水試してるのでちょっとこの辺もね、試してみようかなって思います。それがセフォラです。じゃあ一番最後ね、モーフィーを買いました。モーフィーは今までブラシしか買ったことがなくって、だけどね、確かブラシもみんな半額とかのセールで、私基本的にインスタグラムで自分がいいなと思うセール情報に関してはみんなにこう共有してるんですね。で、共有して結構自分もね、買ってる時実はあったりするんですけど、今回ね、何を買ったかというと、じゃらららら 35C エブリデイチックアイシャドウパレット買いました。ケースがね、こういった感じで、中身はね、ただーん、こんな感じになります。実はでもこれでちょっとメイク 1,2 回したことがあるんだけど、これね、10ドルだったの。半額だったか半額以下だったか、すっごい安くてセールで、これはね、ちょっと最近のモーフィーでもシグマでもいろいろあると思うんですけど、そのぐらいのブランドが出しているアイシャドウ、結構モーフィーってコラボレーションとかもやってて、コラボのパレットってそれなりに私はいいなとは思ってるんですけど、特にコラボとかじゃないけど、このモーフィーのパレット自体も試してみたいなと思って、でこれがね、マットとかね、シマーとか、あと大きめのグリッター感があるようなものとかもあったので、ちょっと試してみるにはいいかなと思って今回買ってみたんですね。またちょっとレビューしますね。そして次、こちらのスポンジで、このスポンジ結構人気で、ほんとね、私も使いたいと思ってたんだけど、これだけのために買うことはあんまりしなかったので、なかなか買えないでいたんだけど、今回こそと思って、確か8ドルとかそのぐらいだったと思うんだけど、やっと買うことができました。なのでね、ちょっとこれをね、使おうと思います。そしてブラシね、これはね、ジャクリンヒルとモーフィーのこのコラボレーションの出てるタイプのブラシを買いました。モーフィーのね、ブラシ持ってるんだけど、ジャクリンヒルのコラボレーションのブラシのタイプって私持ってなかったし、結構ジャクリンヒルのも私商品信頼してるので、なのでちょっとこの辺りも使ってみたくて、ブレンディングブラシとかアイメイクブラシですね、この辺を買いました。あとはジェルライナーをね、2つ購入したんです。こんな感じで、あれ、こんな色買ったっけ？なんかね、グリーンっぽいようなカーキみたいな感じの色味ですね。黒買った気がしたんだけどな。これとね、もう1個買ったの。これと、黒買わなかったのかな。私ね、イングロットの
黒が欲しくて、77番だったかな、が欲しくて、すごい真っ黒なジェルライナーがあるんですけど、だから黒こっちは買わなかったのかな。あとはコーヒー色ですね。真っ黒じゃない感じで、結構アイライナーって真っ黒の時って強い感じがする時もあるので、こう焦げ茶みたいなものも欲しかったりしたので、久々にねジェルライナーを買いました。昔ねボビー・ブラウンとかその辺のジェルライナー、黒とかね、あと茶色とか使ったりもしてたんだけど、マックのやつとかもね、久々のジェルライナーなので、ちょっとモーフィーのものも試してみようかなと思って、ジェルライナー用のブラシで曲がってるタイプって皆さん知ってます？こういったちょっと先が曲がってるタイプ、私ねこれで使ったことがなくてちょっと気になってたんで、これも一緒に買ってみました。ちょっと追加です。この M250 の1のアイライナーブラシ、曲がってないタイプね。これも頼んでたんでちょっとお見せしますね。すごく細いタイプですね。せっかくだからちょっとこのジェルライナーの色見てみますね。まずこのカーキーみたいな色、こんな感じで取ってみて、結構綺麗かも。これだけだとアイメイク濃いとちょっとこれが目立たないから、ちょっと薄めでこういったものでナチュラルで仕上げるってすごい綺麗なカーキ色っていうのかな。このね色味の名前が IVY リーグっていうタイプのものです。そしてねこのコーヒーの色味、ちなみにこのブラシ悪くなさそうですよ。なんかねすごいいい感じで取れる。でさっきの横に乗せてみると、すごい、見てこの発色、これ黒でも負けないんじゃないっていうぐらい、これすごい発色いいわ。これはすごい。ほんとダークブラウンっていう感じで、ブラウンすぎてこのちょっと淡くなっちゃうっていう感じじゃなくて、この締まり具合ちゃんとありながらでもちょっとブラウンっぽいので、これはちょっとすごい良かったかも。あとはね持ち具合とかね、そういったものはまた皆さんに共有したいなと思うんですけど、色味がねコーヒーといったものになります。ということで今回の購入品だったんですけど、もうやっとねあとは自分で使っていけるので、また良かったりとかね、こういったものを使ったルックとかね、日々してるものはインスタグラムに載せていますので、@beauty_すみれで検索してみてください。それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。